こんにちは。ゼロから宅建士第24回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回は賃貸借と借家を学びました。今回のテーマは借地と区分所有法です。土地を借りて建物を建てる仕組みです。マンションのルールも合わせて学びます。一緒に着実に理解していきましょう。まず今日の全体像を確認します。はじめに借地権の基本を学びます。存続期間と更新の仕組みが中心です。次に建物買取請求権を扱います。借地権の対抗力も確認します。後半では区分所有法を学びます。共用部分と集会の決議が大切です。決議に必要な数字を整理していきます。はじめに借地権の意味を確認します。借地権とは土地を借りる権利です。ただし目的が決まっています。建物の所有を目的とするものです。これが借地借家法2条の定めです。地上権と土地の賃借権が含まれます。駐車場など建物を建てない場合は別です。その場合は借地権にあたりません。借地権には借地借家法が適用されます。立場の弱い借地を守るための法律です。次に借地権の存続期間を見ます。当初の期間は30年です。これが借地借家法3条です。30年より長く定めればその期間です。一方、30年より短い定めもあります。その場合は30年に引き上げられます。期間を定めなかった時も30年です。次に更新後の期間を見ます。1回目の更新後は20年です。2回目以降の更新後は10年です。これが借地借家法4条のルールです。ここから更新の仕組みを学びます。更新にはいくつかの形があります。まず、当事者の合意による更新です。これを合意更新と言います。次に、借地権者からの請求です。建物がある場合に更新を請求できます。これが借地借家法5条1項です。さらに、使用の継続による更新もあります。期間満了後も土地を使い続ける場合です。この場合も更新したものとみなされます。これが借地借家法5条2項です。ただし、地主が正当事由ある異議を述べれば別です。病態なく異議を述べると更新されません。次に建物買取請求権を学びます。借地権が更新されない場合の話です。存続期間が満了し、更新もされない時です。土地を返すと建物は取り壊すのでしょうか。それでは借地権者に告になります。そこで買取を請求できるのです。地主に建物を直で買い取らせます。これが借地借家法13条です。ただし、例外に注意してください。借地権者の債務不履行で解除された場合です。この時は、買取請求はできません。次に、借地権の対抗力を確認します。借地権を第三者に主張する場面です。例えば土地が売られた場合です。借地権の登記は普通ありません。しかし、特別な保護があります。土地の上に登記した建物を持つ場合です。それだけで第三者に対抗できます。これが借地借家法10条です。ここで大切な注意点があります。建物の登記は自分の名義が必要です。家族など他人名義では対抗できません。ここで定期借地権を確認します。更新のない特別な借地権です。大きく3つの種類があります。1つ目は一般定期借地権です。存続期間は50年以上です。更新はなく書面で設定します。これが借地借家法22条です。
二つ目は事業用定期借地権です。存続期間は10年以上50年未満です。事業用に限られ、居住用は使えません。設定には公正証書が必要です。三つ目は建物譲渡特約付借地権です。存続期間は30年以上です。満了時に建物を地主へ譲渡します。ここから区分所有法に入ります。正式には建物の区分所有等に関する法律です。分譲マンションを思い浮かべてください。一つの建物に多くの所有者がいます。各部屋を持つ権利を区分所有権と言います。その所有者を区分所有者と言います。所有者は全員で団体を作ります。これを管理組合と言います。これが区分所有法3条です。みんなで建物を管理していく仕組みです。次に建物の部分を分けて考えます。まず占有部分です。各所有者が単独で持つ部屋のことです。次に共用部分です。廊下や階段などみんなで使う部分です。占有部分以外の部分が共用部分です。共用部分は所有者全員の共有です。その自分には決まりがあります。原則として占有部分の床面積の割合によります。これが区分所有法14条です。次に敷地利用権を確認します。建物は土地の上に立っています。その土地を使う権利が敷地利用権です。占有部分とセットで考えます。ここに大切なルールがあります。両者は原則として分けて処分できません。部屋だけを売るといったことはできません。これを分離処分の禁止と言います。これが区分所有法22条です。ただし、規約で別段の定めもできます。その場合は分離処分も認められます。ここが今回の山場です。集会の決議に必要な数を整理します。決議は区分所有者と議決権で数えます。まず普通決議です。各過半数で決めることができます。これが区分所有法39条です。次に規約に関する決議です。設定や変更、廃止のことです。各4分の3以上が必要になります。これが区分所有法31条です。共用部分の重大な変更も4分の3以上です。形や構造を大きく変える場合です。最も重いのが建て替え決議です。各5分の4以上が必要になります。これが区分所有法62条です。次に管理者と集会を確認します。管理組合には管理者を置けます。管理者は普通決議で選任します。解任も普通決議でできます。これが区分所有法25条です。管理者は集会を招集します。少なくとも年に1回は招集します。これが区分所有法34条です。招集通知にも期間の決まりがあります。原則は会議の1週間前までです。ただし、建て替え決議は特別です。その集会は2ヶ月前までに通知します。ここで今日のクイズです。正しいものはどれでしょうか？ A は借地権の当初は20年であるです。B は規約の変更に各4分の3以上が必要です。C は建て替えは各過半数で成立するです。少し考えてみてください。正解は B です。規約の変更には4分の3以上が必要でした。A は誤りで当初の期間は30年でした。C も誤りで建て替えは5分の4以上が必要です。今日のまとめです。借地権の当初は30年でした。更新後は20年、そして10年でした。更新されないと建物仮請求ができました。登記した建物があれば
第三者に対抗できました。区分所有では決議の数が大切でした。普通決議は各過半数でした。規約と重大変更は各4分の3以上でした。建て替えは各5分の4以上でした。数字を繰り返して確実にしていきましょう。次回も権利関係を続けます。第25回のテーマは、相続と不動産登記法です。法定相続分や遺留分を学びます。相続登記の義務化も確認します。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。